はい、こんにちは。本日はこちらのサブウーハー、これをですね、つけたいと思います。だいぶね、走りの方も整ってきたワゴン R になっているんですけれども、やはり運転している時にですね、音楽を聴く時にデッキを交換したり、スピーカーを交換したりしているんですけれども、やはり低音の方がですね、ちょっと薄っぺらい音ですので、こちらをつけて分厚いオーディオサウンドを実現したいと思います。今回はこちらのサブウーハーが意外にも簡単に取り付けられるというのをご紹介したいと思います。マーブラック、ノリオ TV、驚きを届ける。ちゃんたちの情熱、どこまでも別所。それではですね、こちらの本体をつけるんですけれども、こちらの商品を紹介するんですけれども、こちらはヤフオクとかでも1万円しないぐらいで売っている旧型のカロッツェリア製のサブウーハーです。TSWX11A かな。そんな感じのものになります。裏側に関しましては中古だったので、こちらにマジックテープが貼ってあって、車両のね、カーペットのところに貼り付けられるようになっております。カプラーもこのようになっておりまして、こちらが接続用の配線カプラー。そしてこちらがリモコン用の配線カプラーとなっております。出力は 150W となっていまして、軽自動車やコンパクトカーなんかだったら、運転席の下とかに置けば、でかすぎず、小さすぎずでちょうどいいんじゃないかなと思うサイズであります。そして配線なんかはこんな感じで、結構ガチャガチャあるように見えるんですけども、これ実はですね、サブウーハーって汎用なので、いろんな車種に取り付けられる前提で作られてます。それなので、ここの配線から辿ってって、ずーっと辿っていくと、こちらのバッ直、いわゆるバッテリーのプラス端子に直接つなげる配線。それと、こちらはアースですね。ボディーアースといって、車のボディの金属部分、そちらに接続します。そして、こちらが車のキーをオンにした時に電源が入る信号を拾うための配線。そして最後にオーディオの方から出されたスピーカーの音源の信号を拾うための RCA 端子。コードは長いんですが、こちらの4種類の配線をつなげれば、オーディオに接続されてサブウーハーからずっしりとした厚みのある音源が聞こえるというのがありますので、非常に実は接続ってサブウーハー簡単なんです。視聴者さんの搭載されているオーディオにもよるんですが、純正とかですと、こちらのサブウーハーの RCA 端子がない車両なんかも中にはあるんですけども、サブウーハー購入するとね、RCA だけじゃなくて、アナログ信号でスピーカーの配線をつなげるっていうのもありますので、ただそれだけが変わるだけで、こちらの3本のバッテリープラス電源とボディーアースと、あとはアクセサリー電源。これの配線の場所は全く同じですので、そんなに難しくないです。これを実際に取り付ける感じはどんななのかっていうのを紹介したいと思います。結構見てると、意外に私でも俺でもできるかもと思うと思いますので、ぜひ最後までご視聴いただければと思います。最後に、このリモコン、もうほんと旧型タイプですよね。このリモコンでサブウーハーの音域とサブウーハーの音量、これを調整することができます。これは接続していても接続していなくても特に問題はないようです。車載オーディオの方のイコライザーがものすごく細かく設定できる機種であるならば、正直これはつけてなくても大丈夫です。さあ、それではこれを実際に取り付けてみましょう。こちらを取り付ける場所に関しましては、こちらの運転席の下に取り付けたいと思います。この配線の中の先ほど紹介したバッテリープラスの電源に関しましては、こちらはエンジンルームのこのプラスの端子に接続する必要がありますので、本来だったら車内の方から外側に引っ張ってくればいいんですけれども、この車両の場合なかなか出すのが難しいので、一度ですね、外側からこの配線を通していきたいと思います。バッテリーのプラス端子を触りますので、一度ですね、バッテリーのマイナスの端子を外しておいて、車の電源を完全にオフにしておきましょう。そしてプラス端子を接続します。これで配線を通したら干渉のないように
通しましょう。そうしましたら、こちらのいっぱいの配線があるんですけども、こちらが先頭になっておりますので、これを車内の方に引き込みます。配線通しワイヤーを使って、この輪っかにこのカプラーを通します。そしたら、ちょっとね、これぐらいの長さ入れといて、すぐ抜けてしまいますんで、これを入れておきます。あそこに入れていきたいと思います。そうしましたら、この車内の奥に、こうやってこの黄色のね、配線が出てきてるのがわかると思います。これを引っ張ります。それで引っ張るんですけども、もう繋がったからいいよで全部ガーッと引っ張るんじゃなくて、ちょっとずつ引っ張っていきましょう。それで軽く引っかかりがこうやって出たら、ストップすること。どっかで引っかかってます。それなので、一度エンジンルームに戻りましょう。案の定ここのカプラーが引っかかってましたので、ここをね、こっち側から通してあげます。ちょっと押し込んであげるといいと思います。はい、入れてあげたら、また引っ張ります。ゆっくり引っ張ってあげます。はい、出てきましたね。出てきたんですけども、そうしたら、このカプラーを引っ張るんじゃなくて、コードを軽く引っ張ってあげてください。で、また引っかかってるんで、何が引っかかってるかを見に行きましょう。これを繰り返します。全部通り切るまで引っ張っていきましょう。さあ、これで無事に車内の方に配線を引き込むことができました。太い配線でなかなか大変だったんですけれども、皆さんでしたら束ねられてない状態なので、もっと配線が簡単だと思います。私は横着物なので、束ねられている状態でそのまま移植したため、車外の方から車内の方に引き込まなければならなかったので、逆にちょっと手間かかっちゃったかもしれません。さあ、そうしましたら今度は、こちらはここのサブウーファーのところに接続をするためのカプラーです。そして残るはこちらなんですけれども、こちらの RCA 端子2つと、こちらのアクセサリーの配線は、こちらはオーディオの方に回していきます。そして、こちらに関しましては、ボディーアースなので、どこかペダルの付近とか、そこら辺にですね、ボディーアースを取りたいと思います。そしてこれだけの配線がカーペットの上に出ているのはガチャガチャして不快なので、これをたまたま行く方向に分けてカーペットの下に潜り込ませたいと思います。マットを外しましょう。そしたらまずは本体につけるこのカプラーをカーペットをはわせて通していきましょう。カーペットはだいたいここら辺で切れ目が出てますので、ここら辺からね、配線を潜り込ましてつけていきましょう。このふわふわのマットの下を通していきます。ここら辺から潜り込ませていくのが一番楽じゃないかなと思います。ちょっと入れていきましょう。入るだけで結構です。入っていったら、先ほどの配線をこのように引っ張り込みます。そうすると、こうやって引っ張り込めます。これをやることによって、フロアにね、配線なんかがガチャガチャしないで済みますので、このような感じで引き込みます。あとはですね、これを接続すると、やはり車外のサブウーファーっていうのは汎用なので、配線がかなり長く作られています。それなので、配線がおそらく余ると思いますので、余ったものに関しましては、このカーペットで干渉のないように、もっこり膨らまないような感じで隠しちゃいましょう。後々、車種が変わるなどで、サブウーファーを取り外すなんて人に関しましては、あんまり中を通さず、ここの外枠のところを通すといいと思います。そして、この配線を合わせていきます。最初に目的地のところから通してみるといいと思います。はい、通しました。それで、ぴったりで配線を残しておくのではなくて、ちょっと動いたりとか、若干掃除するときに動かしたりとかあると思いますので、若干のゆとりを持たせておきましょう。これで接続しました。あとは今回はこちらのリモコンもつけてみようと思うので、このリモコンの配線も通しておきましょう。このような感じで取り付けができました。これぐらい配線の余裕を持たせておきましょう。そうしたら今度こっちの配線がもうすでに束ねてあるので、本当はこれほぐして自分の隠したい場所の長さに調整して合わせればいいんですが、私はめんどくさがり屋なので、
ここの骨組みの部分の付近のところに隠したいと思います。こんな感じで隠すと、中にはこういう分厚いマットなんかもありますので、フラットに床をしてくれるので、ちょっとぐらい膨らみがあっても問題ありません。と、私は捉えています。最初はちょっとボコッとしてるんですけども、時間が経つと馴染んできます。それではだいぶ配線も通せまして、このように、純正の配線以外は目立たなくなりました。そして、ここから潜って、この中に入っていって、前に行くと。そして、もう残るは、これをボディアース取って、あとはこちらオーディオを接続するだけとなっております。本来であるならば、音が出るかの確認をしてから片付けをしていきましょう。私みたいにこういう風にやって接続したんだけども、いざ音が出なかったってなってしまいますと、またパネルなんかを外さなければなりませんので、できれば音を出す確認をしてから片付けるようにしましょう。ちなみにリモコンはこの部分につけました。配線もね、あんまり好ましくないんですけども、ここから本当は通したかったんですが、180度曲げてしまいますと、断線の可能性とかもありますので、一応ね、ゆとりを持ってこちらに逃がしました。ボディアースはエバポレーターのナットにしました。オーディオの取り外しに関しましては、ユーザーさんによってそれぞれだと思いますので、外しましょう。こちらの配線の中から ACC 電源となる赤い配線か、またはリモートの配線となる青いコードを探しましょう。どちらかに挿せば大丈夫です。このようにオーディオ裏側から配線を引っ張っていきます。今持っている2本の端子は RCA 端子で、こちらはオーディオ側にもしサブウーハーのものが準備できているんであるならば SUB というものがジャックに書かれています。またはスピーカーの配線のリア側の左右のスピーカーにつなげることをお勧めします。そして配線を接続したら、私のようにすぐに組み立ててしまうのではなくて、もしできるんであるならば一度ですね、音が出るかの確認をしてください。それじゃないと音が出なかった時にもう一度ばらさなければなりませんので、できるだけ事前に音が出るかを確認してください。さあ、これで一生懸命喋ってるんですけども、見事に組み立てたのにもかかわらず一度音が出ませんでした。原因は接続されてる配線には問題なかったんですけれども、配線が途中でギボシになってたんですけども、そちらのギボシが外れていたので、そのギボシをですね、ちゃんとしっかりしてつなぎ合わせました。さあ、それでは音は鳴るんでしょうか。試してみましょう。はい、ということでいかがだったでしょうか。一応ですね、ちょっと低音を強めにしたんですけれども、これは先ほどね、リモコンをつけましたので、リモコンの方で原因を絞れば低音だけを調整できるというのがありますので、そこはクリアできるかなと思います。同様にサブウーハーがついたことによって中低音の音がですね、サブウーハーの方のスピーカーから出るようになったので、その他のドアスピーカーなどの中低音がサブウーハーの方に移った感じとなりますので、非常にですね、スピーカーの負担も軽減されていいんじゃないかなと思います。こんな感じで配線通しがね、ちょっと面倒っちゃ面倒なんですけれども、基本的には配線自体はそんなに難しいものではありませんので、ぜひ車の中で音楽を聴かれる方なんかはね、純正のスピーカーであったとしてもサブウーファー1個をつけるだけで全然音の厚みが違いますので、ぜひお試しいただければと思います。ということで、最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。この動画がいいねと思ったら、ぜひ高評価やコメント、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら。車と夢心へ趣味しよう
君とそれ